さて、今回はプリミティアの世界の電気がどういう風になっているかを確認していきたいと思います。プリミティアの世界では電源と負荷を接続するだけで電気を流すことができます。通電の際に電源と負荷の間をつなぐ金属が異なっても振る舞いが変わらないことを確認しましょう。通電を開始するとモーターの回転速度はどれも同じ、電池の消費速度も同じであることがわかります。したがってこの世界では電気抵抗のようなものはなく、好きな金属で回路を組んでいいことになります。ベアリングの軸と外輪の間では電気は流れます。しかし、分離されて別の部品になった状態の軸と外輪の間には電気は流れません。エンジンの場合、合金の塊と同じように表面には電気が流れます。一方で、軸と本体の間では電気が流れません。ロケットエンジン、モーター、LED、タングステンといった電気で動作する部品は、その先につながっているものには電気を流しません。なので、電気回路の終端のような扱いになります。太陽電池は少し異なり、電源として振る舞いながら、それ自身も電気を通します。電気が流れる距離はおおよそ2センチを切ったところになるので、これ以上回路が近接している場合には漏電の原因になります。棒鉄鋼はこのようにある面から反対側には電気を流しますが、逆向きにつなぐと通電しないダイオードの性質を持っています。なのでこのように成形して向きを分かりやすくしておくと回路部品として使いやすいのでおすすめです。この世界では電圧の概念がなく、電流だけで出力が決まります。なので、並列にした方が出力が上がります。実際に右側が半分の時間で充電できていることから、2並列にした方が出力が2倍になっているということがわかります。では、ここで負荷への電極のつなぎ方を変えることで電気の流れ方が変わる例を見てみましょう。充電端子には右の回路では1本ずつ、左の回路では1本と5本が接続されています。奥の電池から手前の電池に充電して充電量の違いから電気の流れ方の違いを比較してみましょう。出力は 2kW なので3分後に電池が切れ、右の回路は同じ本数でつながれているので2分の1ずつ充電されたのに対して、左の回路では6分の1と6分の5、本数に応じて充電量に偏りが生じています。この性質をうまく利用することによって、一つの電源で複数のモーターを異なる回転速度で動かすことも可能です。最初に確認した通り、電気抵抗は存在しないので、電極の断面積などは影響しません。
なので、負荷、ここではモーターに何個電極がつながっているかだけで電気の流れ方が決まっています。左のペアでは電極の本数が5本と1本であるため、電流も5対1で流れています。一方で右のペアは1本ずつなので、1対1で電流が流れていることになります。モーターのトルク特性などの都合でそのままの数字にはなりませんが、実際の回転数はこのようになっています。このように現実とは一味違った実装になっている電気ですが、組み合わせ次第でかなり複雑な制御ができそうです。皆さんもぜひいろいろ試してみてくださいね。それではまた。